のお茶、金子でございます。ということで、第16回目、お魚ノーカットさばきなんやかんやで16回目。毎度説明しておりますが、このコーナーは極力編集を加えずにお魚1匹をさばいて、できるだけわかりやすく視聴者の皆様にお伝えするという動画でございます。今日はこちら、オナガダイという魚を用意しました。沖縄ではね、三大高級魚の1匹、赤町って呼ばれる魚。それ、こちらですね。沖縄三大高級魚、赤人、マクブ、で、赤町。それの1匹ですね。マクブも赤人も動画にはしたことあるんで、この赤町、こいつをさばくことによって沖縄三大高級魚全部制覇ということで、嬉しいですわ。なんといっても、このサイズはね、ないんですよ、赤町では。本当に稀で、市場に何十年勤めてる人でも、こんなサイズの赤町は見たことない。もうめったに入らないよってことでね、すごくレアな動画だと思います、これ。このお腹もね、パンパンなので、中に何が入っているのかとかもね、ゆっくり観察していきましょう。それじゃあ、さばいていきたいと思います。こいつと戦うために、包丁もね、ピカピカに研いでおきました。もうギュンギュンです。めちゃめちゃ切れます。さあ。よし、じゃあさばいていきますよ。さばく前にまず観察ですね。観察入ります。まず頭がこんな感じですね。すごくこう体高に対して頭がね、ちっちゃいと思います。小顔さん。で、魚を選ぶときって、この小顔の魚を選ぶと、いい魚が多いんですよ。例えば同じサバでも顔のちっちゃい方が脂乗ってるサバが多いですね。もっともっとこういろんなね、魚を見分けるポイントってあるんですけど、顔がちっちゃいっていうのは一つのポイントなんですよ。で、口がこんな感じですね。牙はね、あるな、痛いな。これ噛まれたらシャレにならんな。発泡スチロールと言ってる。で、目がね、大きい。金目鯛みたいな目してますね。で、これがエラブタ。エラブタはね、こう、なんか、安全ですね。このヒラヒラがついてて。そんなにね、鋭利じゃない。で、これがエラですね。で、ヒレ。ヒレ綺麗だな、この魚。で、鱗はね、硬い。鱗はね、カチカチ。で、背びれを広げるとこんな感じですね。綺麗ですね。で、なんといってもこのオナガダイ、名前の由来にもなってる、ほら、こんなに尾が長いんですよ。これ見てください、これ。こんな長いの。こんなに。めちゃくちゃ綺麗ですよね。はい、そうしましたら、鱗を落としていきます。これ鱗取りにくいぞ。やば、これ。すっげえ時間かかるかもしれん。こいつは南の方の魚なのかな？沖縄三大高級魚っていうぐらいだから。沖縄の方のこういう魚ってこう鱗が大きいイメージあるんですよね。マクブにしろ。赤人は畑なんでね、ちっちゃかったですけど。やべえ、これすげえ鱗飛んじゃう。どうしよう。すき引きするタイプの魚でもねえしな、これ。ちょっと。手で取った方がいいんか、これ。でも怪我しそうだな、手で取ると。これめちゃくちゃ大変じゃん、これ。これでいきましょうか。この鱗が大きいタイプの魚には、この鱗取りめちゃめちゃ有効。全然飛び散らないで取れる。いって。こういう感じでね、ちょっと鱗取っていきます。結構かかると思うんで、ここは、カット。見て、この排水口に溜まった、この鱗。ほら。桜の花びらみたい。鱗がきれいに取れました。カマの部分もこうきれいに取っておきました。そしたらいよいよ頭を落として内臓を取り出していきます。たまにはこう内臓から出していきましょうか。いきます。何が出てくるか。いきます。カマのここが硬いな。黒いな、なんか。
なんだこの黒さ。お、油がある。ほら、内臓脂肪。痛い。痛い。ほら、内臓脂肪バリバリ。で、こう中はね、こう浮き袋ですね。浮き袋がパンパンに詰まってました。あとはもう空っぽですね。そんな特に胃袋になんか入ってたりはしてないですね。そしたら、じゃあ今日はね、鎌の上から落としていきます。でこっちも鎌の付け根から入れて、こういう感じですね。で、頭を落としていきます。よう切れるな。はい。頭ですね。これもカブト煮にしたら美味しいだろうな。そしたら頭の方にエラがついてましたんで、エラを取る必要はありません。内臓を取ります。はい、こちら内臓ですね。はい、血合いも綺麗に取れましたと。そうしたら、このヒレがね、めちゃくちゃ危ないんですよ。これもうすげえ痛い、これ。こんなん刺さったら大変なことなんで、もうこれ切っちゃいます。危ないんでね。この魚のトゲってほんとばい菌がついてるんですよ。そのばい菌のついたトゲで刺さっちゃうと、産んできちゃうんですね。ばい菌以外にも毒持ってる魚もいるんでね。なので僕も魚のトゲは、できるだけこれから切るようにしようかなって思ってます。こういう大型のやつは特に。メバルとかカサゴとか、あれにも一応ね、毒があるって言われてるんですよ。正確にはあれ毒というより、こう人間にないタンパク質持ってるから、それが人間の体内に入ると、なんか、痒くなっちゃうっていうだけなんですけどね。だからそういうね、身近な魚でも、ヒレが危ない魚いるんでね。取っちゃいましょう。さて、じゃあいよいよおろしていきます。いきますよ。じゃあノーカットでいきますね。じゃあいつも通り。まずお腹側から入れていきます。いきます。で、皮がね、厚いんで、皮1枚切るイメージでいきます。皮はこの包丁の先で切るイメージ。お、油あるな、これ。包丁に油がついてきますね。で、皮1枚切れたら、身を切っていきます。骨に沿って身を落としていきます。で、こう背骨まで見えたら OK ですね。そしたら反対向けて、で、背中側も皮1枚切っていきます。そしたら、身を切っていきます。骨に沿って、ゆっくりゆっくり入れていきます。で、これもこういう風に背骨まで見えたら、こう、ちょっと上に上げて、背骨の上に通します。ここまでしっかり入れます。頭のところまでしっかりと。ね。そしたら、尻尾の方から包丁入れて、はい。硬いな。あ、そんなことない。硬くないか。あー、でも硬いな。よし。いけた。OK。はい。こっちの身が取れました。綺麗な身してるな。でも思ったよりそんなに油してないですね。淡白そう。こっち側も同じようにいきます。お腹の方から包丁を入れていきます。こっちも皮1枚切ったら骨に沿って包丁を入れていきます。背骨まで見えたら背中側向けます。で、背中側も皮1枚落としていきます。切っていきますか。そしたら包丁入れていきます。この時の包丁の角度は斜めです。斜め。で、背骨までいったら身を持ち上げて、背骨の上にも包丁を通します。こういう感じでいきますよ。ほら、今背骨の上通ってます。こうね。そしたらもうこれパカパカ開きますんで、反対向けて、
尻尾の方から包丁を入れていきます。で、こういう魚体の大きい魚ね、縦にして、こういう風に落とすと、安全。よいしょ。OK。はい、このように3枚におろせました。せっかくね、鮮度がいいので、ちょっと今日はお刺身にして、さばきたてをいただきたいと思います。さて、そしたらこれはね、もういろんな人に配ります。で、この前のコブダイ。あれね、ご近所さんに分けたら、もうついにね、いらないって言われました。まだあんた、この前もらったイカもあるで、まあ、ちょっとさすがにね、食べきれんわって言われまして。まあ、普通に考えたら、まあそうだよなって。最近でけえ魚多いからな。そろそろちっちゃい魚、さばいていこうかな。もう初心に帰ってカサゴとか、もうメバルとか。もう防波堤に釣りに行って、そこで釣った魚を食べるっていうシリーズもいいかもね。はい、そうしましたら、カマを落としていきます。あっさりした脂が乗ってそうな、そんな感じですね。そしたら腹骨をすいていきます。薄く引いていきます。気持ち包丁をこう、上にこう上げて、刃を上に上げて、削いでいくと、失敗がね、少ない。ハラミがね、すげえ筋っこい。硬い。何これ？硬いじゃないの。はい。腹が取れましたと。そしたら、血合いもね、ここにね、鋭いトゲが入ってますんで、これを落とします。これが取れれば、もうこの身には骨はないです。はい。これでもう骨はありません。皮と身だけです。ビーッとね。皮はね、この包丁の先っぽを立てて、ググググって落としてください。ね。はい、これで骨は完璧に取れましたと。じゃあ皮引いていきますね。フィレナイフ。柳でやればいいじゃんって話なんですけど、せっかくね、変な魚おじさんがくれたんで、これも使っていきたいなと。皮がね、分厚いです、この魚。できるだけ、キワキワを狙っていきますね。うおー。硬えな。しゃあ。オッケー。こんな感じ。ちょっとキワキワ狙いすぎて、ここちょっとだけ残っちゃいましたけど。ほとんどね、こっちにはついてません。はい、こんな感じですね。そしたら、じゃあ今日は、この、ハラミの一番美味しそうなここと、この背中の身の、ちょっとね、この肉々しいところ、この2つの部位を食べ比べしていきます。ちょっとね、ハラミの方硬そうだったんで、飾り包丁入れます。で、次はこれ。背中の方の肉。で、筋がこういう風に入ってるんで、筋を切るイメージ。こういう風に切り落としていきます。こっちが腹、こっちが背中。で、醤油をかけていきます。下品だけどね、この食べ方が一番うまいの。指にちょっとつけて、こうピュッとつけて、これ食べるんですよ。これ汚いと思うでしょ？これが一番うまいですよ。これ僕が知っちゃってんの。いただきます。硬え。
味は美味しいですけど、皮肌がすごく硬い。あえてもうちょっとね、すいてもよかったかも。背中の方のみいただきます。うん。あ、こっちは筋もなくて硬くなく、美味しいですね。美味しいけど、あんまり僕の好みの味じゃないかもしれんな。あれに近い。カジキ。黒皮カジキとか、油分の少ないカジキの刺身にすげえ似てる。魚臭さはないよ、この魚は。魚嫌いな人でも食べれそう。そんなお刺身。はい、ということで、今日ね、ものすごい大きなお長鯛、一匹丸ごとさばいて、私味噌煮までやりましたけども、なんせね、鱗が硬いと、それにつきますね。苦手なんですよね、鱗の硬いやつ。ブダイとか。今回は僕もお長鯛っていう魚、初めて食べてみたんですけど、すごい勉強になった。またね、こういう珍しい魚が入りましたら、あえてノーカットで出していきますので、よろしくお願いします。今年はノーカット多めにいきたいと思います。あれですよ、別に編集がめんどくさいとかそういうわけじゃないですからね。本当にそういうわけじゃないんですよ。はい、ということで、今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。編集がめんどくさいわけじゃないよ、別に。